はい、今日紹介するのはですね、ビートルズのドキュメンタリー映画のミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インドです。で、これがパンフレットでして、日本では9月23日から封切りされてまして、現在も上映中です。で、この映画はミニシアター系の、映画館で上映されてまして、僕は渋谷にある、ヒューマントラストシネマ、渋谷で、見てきました。こじんまりとした映画館でしたが、アットホームな雰囲気で、なおかつマニア向けの映画がたくさん上映されていまして、すごくおすすめの映画館なので、ぜひ行ってみてくださいという感じです。で、このミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インドはですね、1968年2月の、でですね、このインドのリシュケシュに、ビートルズが滞在した時のドキュメンタリーです。そもそもビートルズがなぜインドに滞在していたかと言いますとですね、このインドのリシュケシュにはですね、マハリシヨーギーという超越瞑想の指導者のアシュラム、総員という意味なんですけれども、それがありまして、ビートルズはマハリシの超越瞑想に召せられていまして、ここでそのマハリシから直接指導を受けるために滞在していたというわけですね。でこの直前の1967年の8月に、ビートルズのマネージャーのブライアン・エプスタインがね、急死しておりまして、それにメンバーはひどくショックを受けていまして、グループの結束力を高めていこうという意味もあって、メンバー全員と、その奥さんと恋人たちで、インドへと一緒に旅立ったというわけですね。で、この映画はポール・サルツマンという当時24歳の青年が、ひょんなことから、ビートルズと一緒にアシュラムに滞在してですね、その当時のことを振り返って、語るという、ドキュメンタリー映画となっております。ちなみにポール・サルツマンはエミー賞を2度受賞した、カナダの、テレビや映画のプロデューサー監督でして、このポール・サルツマンがですね、インドに録音技師として訪れた際にですね、カナダに残していた、恋人から振られてしまって失恋してしまったと。そのショックで、落ち込んでいた時にですね、知人からそのマハリシのアシュラムを紹介されたと。でそこに行ってみたらちょうどそのビートルズのメンバーが滞在していたわけで、そこでメンバーと奥さん、あとは、ビートルズの、ビーチボーイズのマイク・ラブだとか、あとドノバン、ミア・ファーローとか、あとビートルズのローディーの、マル・エヴァンスと交流したというところですね。そんな、奇跡的な8日間ですね、8日間、一緒に滞在していたと。それを振り返るために、ビートルズ研究家の、マーク・ルイソンとともに、インドへと旅立ってですね、マハリシの、アシュラムがあった、場所へと再度訪れるという、そんな、ドキュメンタリーなんですね。で、ポール・サルツマンは、アシュラムで、カメラを、持って行ってまして、たくさんの、ビートルズの写真を、撮影しています。で有名な、合同写真、これですね、この写真を、撮るように、ローディーのマル・エヴァンスに頼まれてですね撮影しています。でこの写真はすごく、いいですよね。中央に座るマッハリ氏のすぐ下に、花の首飾りをした、ジョージとポールが、座っていてですね、彼らの横に、パティ・ボイドと、ジェーン・アッシャーがそれぞれ座っていると。でその横に、シンシア・レノンとモーリン・スターキーが並んでですね、さらにその横に、ジョンとリンゴが微笑んでいると。まさにこう楽園のような、世界でですね、穏やかにリラックスして過ごしている、ビートルズの、表情が、すごく映し出されているかなと思います。でこれは次回話そうと思うんですけども、このリシケシュの滞在ではこう光の部分と影の部分があってですね、ビートルズのメンバーたちがですね最初はこれこそ求めていた場所だと言わんばかりにこうリラックスして過ごしていたわけなんですね。ただですね、リンゴが一番最初に去ってですね、で、ロンドンへと戻っていくと。で次にポールが、去ってですね、戻っていって、でジョンが去り、ジョージが去りというふうに、リシュケシュから離れていくわけなんですね。で、ジョンは特にですね、ロンドン
ドに戻ってから、ハリ氏のことをこう結構、コテンパンに、酷評するわけなんですね。でセクシーセディっていう曲もあるように、ハリ氏をすごく非難するような曲も作ったりということなんですけども、この最初の頃は、すごく、リラックスした、雰囲気でですね、ちょうどポール・サルツマンもこの頃に、アシュラムにいたわけで、つまりこの映画の中ではこう光の部分、リシュケシュでの光の部分しか語っていないんですけれども、すごくメンバーたちはですね、みんな穏やかに幸せそうにこう笑っていると。特にジョンとジョージはもう心の底からリラックスしていると。そういった、ポール・サルツマンは、語っているんですね。でポール・サルツマンのエピソードもジョンとジョージが奥出てきてですね、特にこうジョンが皮肉交じりのジョークを、初対面のポール・サルツマンに飛ばしてきてですね、それは本当にこうイメージ通りだなというふうに、僕は思ったわけです。でこの映画で、一番ビートルズマニアが喜ぶシーンっていうのは、バンガロービルっていう、ホワイトアルバムに収録されている曲、ジョンの曲があるんですけども、そのモデルになった、リチャード・クックという、人物が出てくるんですね。彼は当時ビートルズの隣のバンガローにですね、母親と一緒に滞在していてですね、ある日ジャングルの中で、銃で虎を撃って、意気揚々と、ハリ氏とビートルズのもとに、虎を持って帰ってきたと。なんですけども、ハリ氏と、ジョンにですね殺生をしたということで、非難されてしまうわけなんですね。でバンガロービルの歌詞ではその事件のことを触れているんですけども、その後実際リチャードはですね、虎を殺したことを王に反省してですね、動物愛護運動をしていて、で動物カメラマンをになって、ナショナルジオグラフィックとかに、で採用されたりしてるわけなんですね。で、そんなこう、貴重な、インタビューシーンが出てくるというのもすごく興味深かったなと思います。でとにかくポール・サルツマンが撮った写真っていうのがこう映画の中で、よく出てくるんですけれども、どれもこう素晴らしい写真なんですね。みんないい表情でリラックスして写っていると。ロンドンにいた頃では見せないナチュラルなビートルズが見れてすごく嬉しいなと思いました。でビートルズはアシュラム滞在時に、30曲、ポール・サルツマン49曲と言ってるんですけれども、そんな、数々の名曲を作曲していてですね、その大半はホワイトアルバムに収録されているんですけれども、それ以外はバビーロードだとかレッド・イット・ビー、あとメンバーのソロアルバムに収録されていまして、そのどれもが、彼らの最高傑作レベルに、と言えるようなこう高いレベルの楽曲なんですね。だから、彼らがリシュケシュとか、あとはその超越瞑想から得たパワーだとかエネルギーっていうのは本当に素晴らしかったんだなというふうに、僕はこの作品を聴いていると本当にこう実感するわけですね。でミュージシャンっていうのは、一発屋がほとんどっていうぐらい、数年にわたって高いクオリティを保った楽曲を生み出すってことは、すごく至難な、技なんです。で、それがこう天才のジョンとポールとはいえ難しいことだと思います。で彼らの最高傑作だと評価された「サーチ・ペーパー」の後に、制作されたテレビ番組なんですけども、マジカル・ミステリーツアーですね。これは評論家から、ひどく酷評されまして、でサントラも前作の評価を超えることがなかった。そんな時期に、ある意味そのビートルズの初のこうスランプと言える時期なのかもしれないですね。で、そんな時期にこうリシュケシュに行って、ハリ氏から超越瞑想を教えられたってことは、彼らの、クリエイティビティにもう一度火をつける役割をしたんだなと。その後、ビートルズが、解散するまで傑作を生み出す、原動力になったのかなというふうには思っています。でつまりそのインドに旅立っていなかったら、リシュケシュに、アシュラムに滞在してなかったら、でハリ氏から、超越瞑想を教えてもらわなかったら、こういう数々の名曲っていうのは生まれなかったのかもしれないなというふうに、僕は、この映画を見て、感じていたというわけでございますと。はい、以上です。ありがとうございました。